この時点でどんな物語の結末にするかはほとんど考えてません。全然ダメじゃないですか。はい、それでいいんです。キャンペーンの主役はあくまでプレイヤーキャラクターたちです。キャンペーンシナリオを面白くするために一番頑張るタイミングがこの1話が終了した後のインターバル、ダークファンタジーっぽさっていうのがしっかり出るんじゃないかと考えたからです。重要 NPC をそんな簡単に？黒帯チャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。2024年ももう終わりですね。2月にスタートしました黒帯チャンネルも気づけばシャープ20を数えまして、ありがたいことにですね、ついにチャンネル登録者が500人を超えました。わあ、すごい。メンバーシップも始まって、オリジナルバッジとカスタム絵文字も用意しました。よかったら使ってみてください。コメントをいただくことも増えて、すべて楽しく拝見しております。そんなわけで、今回は視聴者の方からリクエストをいただいたテーマについて話してみたいと思います。題して、TRPG 魅惑のキャンペーンシナリオ。以前、一ノ瀬祐樹さんにゲストでお越しいただいて TRPG のシナリオの作り方について話をしたことがありました。シャープ8のお話ですね。あの時はどちらかというとコンベンションや SNS で募集したメンバーで遊ぶオンラインセッションのようなその日限りのメンバーで遊ぶ単発セッションを想定したお話をさせていただきました。でも実はあの時ですね、触れられなかったもう一つめちゃくちゃ楽しい TRPG の楽しみ方があります。それが仲間内で続けて遊ぶキャンペーンシナリオです。放送後に次はキャンペーンシナリオの作り方について聞いてみたいというご意見をいただきましたので、今回はそれにお答えしていきたいと思います。ご意見ありがとうございます。どうして僕がキャンペーンをこんなに推すかと言いますとですね、端的に言えばキャンペーンじゃないと摂取できない栄養素があるからです。栄養素？それは成長、仲間との絆、思い出の3つです。まず一番わかりやすい楽しさは成長ですね。キャンペーンで遊ぶゲームではキャラクターがセッションごとにレベルアップして強くなってきます。今できないことができるようになったり、勝てなかったモンスターに勝てるようになったり、仲間との連携が強化されたり、セッションが終わって家に帰ってからスキルやアイテムのリストを眺めながら次のセッションに向けた成長プランを考えるのはキャンペーンならではの楽しさと言えると思います。友達と次にどんなスキル取ると相談するのも超楽しいですね。二つ目に強調したいのは仲間との絆です。同じメンバーで遊んでいたら仲良くなっていくよねっていうのはリアルな友人関係の話なんですけども、これに加えてですね、TRPG のキャンペーンではさらにキャラクター同士の絆を深めることもできます。単発セッションではなかなか他のプレイヤーキャラクターの名前や設定を覚えきることっていうのは難しいと思いますが、キャンペーンではね、複数回冒険を一緒にすることによって無理なくそれを把握することができます。いつの間にかね、お互いを自然にキャラクター名で呼び合うなんてこともキャンペーンならではなのかなと思います。遊んでるうちにね、キャラクター性も固まってくるので、相手の性格を把握した上で掛け合いをしたりとか、冒険を通した関係性の変化っていうようなものも楽しむことができます。最初は反目してたエルフとドワーフが魔王を前にですね、背中合わせで戦うなんてシチュエーションが嫌いな人はいないんじゃないでしょうか。またですね、キャラクターデータ的にも単発セッション用に一人だけで強い戦士みたいなキャラクターを作ることあると思うんですけど、それと違ってですね、味方がいるというところで、冒険を介してお互い弱点を補うように成長させたキャラクターというのができてくるのもキャンペーンの特徴かなと思います。D&D みたいな役割があるゲームでも、前衛の耐久が少し不安だなっていう時にウィザードが前に出られるような構成で成長させていったりとか、同じクラスでもパーティーメンバーに合わせて成長プランが変わっていくようなゲームもあります。こういったものはすごく面白いですね。複数回の冒険を共にした仲間と、お前がね、後ろを守ってくれるから俺は攻撃に専念できるんだぜ、みたいな連携がうまくはまるようになると変え難いですね、エネルギーを摂取することができます。めちゃめちゃおすすめです。3つ目はですね、少し時間が経ってからわかる楽しさ。つまり思い出です。これは個人的な経験なんですけど、大昔に一緒に遊んだゲーム仲間と久しぶりに会ってもですね、懐かしい思い出として決まって話題に上がるのは長期キャンペーンの一幕だったりします。あの時のクリティカルはすごかったよねとか、お前のキャラクターのあのシーン笑ったよねみたいな話がですね、数年経ってもよくみんな覚えてるものです。それだけね、プレイヤー
とキャラクターが一体化してですね、自分自身の経験だったり、友達とみんなで旅行に行ったみたいな、みんなで冒険したみたいな感覚として記憶されているっていうことなんだと思います。少しね、脱線しますが、僕の中学の時のゲーム仲間の一人が今小説家として活躍してまして、彼の作品の中に遠い国の話としてエピソードが語られていることがありました。それはね、まさに僕らが中学生の時に一緒に体験したキャンペーンの一幕だったんですね。あの時、卓を囲んだ仲間以外は何でもない設定を語る一文だったんですけど、読みながらですね、思わず僕らの仲間内はニヤニヤしてしまったという出来事がありました。僕自身もですね、ロストマジックという DS のタイトルで仲間と遊んだオリジナルキャンペーンの街や名前や世界設定をそのまま実は流用したりしています。他で言ったことがないかもしれないですね。そもそもロストマジックっていうタイトル自体がですね、その時遊んでた僕の TRPG サークル名そのまま持ってきていたりしますので、僕の中ではですね、あのゲームは遊んでいたキャンペーンと地続きの物語として描いております。そんな風にですね、キャンペーンで遊んだ思い出っていうのは、その後の創作人生にも大きな影響を与える強烈な体験だったなと振り返って思うわけです。なんかキャンペーン遊んでみたくなりました。これまで話した内容は決してね、単発セッションではそういう遊びはできないんだよっていうことではないです。僕自身ね、コンベンションとかイベントでの単発セッションは大好きですし、そういうシナリオも発表してます。あっさりした食事もいいけど、たまにはこってりしたものも食べたいよね、みたいな違いですね。どっちもいいんだけど、どっちも食べたいことがあるよねっていうお話として聞いていただけたら嬉しいです。連続したね、共有体験によってまるで友達と一緒に体験した本当の冒険のように記憶が強く残るのは盛り上がったキャンペーンの特徴かなと思いますので、未体験の方はね、ぜひぜひちょっとハードルは高いかもしれないですけど、挑戦してみてください。とは言ってもですね、キャンペーンシナリオってどうやって作ったらいいのでしょうか？今多くのキャンペーンシナリオも市販されているので、そういったものを使うのもいいでしょう。でも、いずれオーダーメイドの自分たちだけの物語を作りたくなるかもしれません。長いシナリオを書くのは難しそうですね。僕も小学4年生の頃から約30年ですね、仲間内のキャンペーンをメインで遊んできました。今も現在進行形でいくつかキャンペーンの GM をやらせていただいているんですけれども、シナリオは基本プレイヤーに合わせたオーダーメイドで作ってます。長く遊んでたからすごいってことはないんですけど、30年間ね、シナリオを作り続けてた中で、それなりに自分なりのこうやると盛り上がるキャンペーンシナリオが作れるというような、ノウハウが確立してきてますので、今日はその一部をですね、ご紹介していけたらなと思っております。本当はね、自分だけの秘密にしておきたかったんですけども、多くの人にね、キャンペーンの楽しさを知っていただいて遊んでほしいと思いましたので、今回特別に公開することにしました。そのうちね、ちょっと心変わりして消しちゃうかもしれないですけど。消さないでくださいよ。はい。というわけでね、できるだけ具体的な話をした方がいいかなと思いましたので、最近仲間内で遊んで完結したウォーハンマー RPG のキャンペーンを例にとって話していきたいと思います。このキャンペーンはね、全12話のセッションで完了した物語でした。まず第1回目のセッション。その日ね、集まったメンバーでその場でキャラクター作成することになっていました。つまり、シナリオ作成する段階ではどんなキャラクターが参加するのか見当がつかないという状態でした。特に、ウォーハンマー TRPG というのはですね、ランダム表を用いてキャラクターを作成するのが楽しいゲームなんですね。なので、戦闘職ばっかりになることもあれば、貴族階級とか一般人とか、なんだかわかんないですね、職業が入ってくる詐欺師とかね、いろいろいるんですけど、入っちゃうことが多々あります。これがはっきりするまでは、シナリオ細部まで詰めることはなかなか難しいですね。そこで第1話はホットスタートで多少強引にキャラクターたちを運命共同体にしてしまうことに決めました。ナルンというね、工業地帯があるんですけど、工業都市にそれぞれの理由で集まったキャラクターたち。数日前から北方の低い空に不吉な青い白い星が輝いていて、人々は不安な気持ちを抱えているというようなシチュエーションで物語をスタートさせます。ちなみにこの時点でどんな物語の結末にするかはほとんど考えてません。なんで星が輝いているのかも GM 自体も知りません。キャンペーンが始まっちゃうのにお話考えてないんですか？全然ダメじゃないですか。はい、それでいいんです。キャンペーンの主役はあくまでプレイヤーキャラクターたちです。肝心の主役がいないのに物語を最後まで決めきってしまうのはむしろキャンペーンの足かせになってしまいます。なのでこの時点ではできるだけふんわりしておく方がいいんです。さて、キャラクターをね、作成した結果、物乞いの少年、シッド、港湾労働者のドワーフ、ガート、世間知らずの貴族娘、ウェンディ、空き巣狙いの中年盗賊、ゲルト、ムチ打ち苦行者のオジロ、
というね、5人のキャラクターが爆誕しました。貴族に物乞い、ムチ打ち苦行者というね、非常に大半間らしい、めっちゃかまっちゃかなメンバーです。でも全く問題ないです。とりあえず僕は全員が集まった町、ナルンを滅ぼすことにしました。最初からそんなひどいことを？突然ね、ナルンを襲う邪神ナーグルの軍勢、町は腐敗の軍団に飲み込まれて、一夜にして滅びていきます。PC たちはですね、ギリギリのタイミングでこの魔の手を逃れて、北へ向かう川舟で町から離れます。なので、もう PC たちは全然環境が違いますけど、ここの時点でもう運命共同体になってしまうわけですね。で、その時、北の空に不吉な青い星が輝いて、これからのね、過酷な旅の始まりを予感させます。この第1話では、身分や職業に関わらず、一蓮托生になれるシチュエーションを作ること。これからの冒険のテイスト、つまりダークで残酷な物語が始まるんだよっていう雰囲気を醸すこと。この2点が達成できれば OK です。というわけでね、プレイヤーたちも大盛り上がりで1話目は終了しました。第1話が終わった時点でみんなが作ったキャラクターシートの写真を送ってもらって穴が開くほどチェックします。キャンペーンシナリオを面白くするために一番頑張るタイミングがこの1話が終了した後のインターバルだと言ってもう過言ではないと思ってます。どうしてキャラクターシートを見るんですか？キャラクターシートにはプレイヤーがやりたいこと、活躍したいシチュエーションのヒントがたくさん隠されてます。やけに高めに振っているスキルとか、意味がありそうでなさそうなアイテムだとか、欄外に書いてある設定など、僕はこの時点でほとんど暗記するレベルで情報を頭に叩き込みます。各キャラクターがやりたそうなことをその上で各キャラ5つずつぐらい書き出しておきます。例えば、中年盗賊のゲルトは魔法に興味があるという風に設定に書いてありました。臨床力よりですね、知力を高めに振ってます。現在の盗賊という職に満足しているわけではなさそうなので、おそらく魔法職への転職を目指したいと考えているようです。これはね、使えそうですね。というわけで、第2話はここをくすぐることにしました。森で野営した一行を恐ろしいビーストマンたちが襲ってきます。ここでゲルトはビーストマンの呪術師が落とした邪悪な呪文書をね、手にしてしまうわけです。これをきっかけにゲルトはあまり正当とは言えない魔術に傾倒していくというキャラクター性が決まっていくわけですね。こんな塩梅で各キャラクターのやりたそうなことっていうのをリストアップしてくすぐって誘導していくことで序盤のストーリーは構築できていきます。やりたいことはね、セッションごとに変化していくこともありますので、毎セッション終わるごとに情報を更新しながら、できるだけ全プレイヤーに同じくらい活躍の場を用意するようにバランスに気をつけながらシナリオに落とし込んでいきます。ちなみにですね、僕は普段実際のキャンペーンセッションで使う部分の 3,4 倍ぐらいシナリオを書いてます。分岐をね、広めに作っておくことで、できるだけプレイヤーの選択を拾ってシナリオの展開に反映させるためなんですね。このあたりの具体的なシナリオの記述法については長くなるのでね、今回は割愛しますが、リクエストがあればまた詳しく話したいと思います。第3話ではキャラクターたちはですね、グリッセンバルドという町にたどり着きました。ここではネズミ捕りの少女、リッキーというね、少女と出会ってですね、町で暮らす様々な NPC たちと交流してもらって、NPC たちの力を借りてですね、地下道からやってくるネズミ人間、スケイブンというやつと戦ってもらうことにしました。これまで屋外の冒険ばかりであまり使い道がなかったですね、貴族娘のウェンディが得意としている対人交渉スキルを存分に活かしてもらうことを目的としていました。またですね、明るいネズミ捕りの少女との交流を通して若干やさぐれてたですね、少年のシッドが人間性を取り戻していって、最終的にね、一緒のネズミ捕りに転職するなんてこともいいのかなと思っていましたので、そういう仕掛けも作りました。目論見通りですね、この残酷な世界に心を閉ざしがちだったシッドはですね、貧困の中でも強く生きている少女リッキーに初めてできた同年代の友人として信頼を寄せていきます。こうして PC たちは起点を利かせ、街を救うことに成功しました。街の人々から感謝されて、一行はね、ようやく英雄への道を一歩踏み出します。第4話の開始時、大事件が起こりました。ウォーハンマーでは冒険の合間の出来事をサイコロを振って決めることができます。物乞い少年シッドのロールの結果は、最も親しい友人を伝染病で亡くすというものでした。それはシッドの唯一の友達であるリッキーしかありえませんね。リッキーにはこの後のシナリオにも登場してもらうつもりでシナリオを書いていたんですけど、ここのタイミングでリッキーはスケイブンとの戦いの傷から伝染病に侵され、あっけなく死んでしまったということにすることにしました。その方がですね、ダークファンタジーっぽさっていうのがしっかり出るんじゃないかと考えたからです。
重要 NPC をそんな簡単に？そういうサイコロのいたずらみたいなものも TRPG の醍醐味だと思います。シッドにとってもドラマチックで忘れられないセッションになったようです。という感じでね、1話ずつ話していくとだいぶ長くなるので少しスキップしながら進めます。いろんなことがあって、一行はですね、混沌の勢力に脅かされている南方の窮状をですね、皇帝に伝えるため北上して帝都、皇帝が住むアルトドルフという町へ向かいます。しかしですね、皇帝は悪い進化にかどわかされていて、帝都に渦巻く策謀に巻き込まれた一行はですね、一旦北方のミドンヘイムというところに逃れます。スタート地点のナルンからミドンヘイムというのはですね、ウォーハンマーの舞台となるライクランドというところがあるんですけど、そこをほぼ南北に縦断した形になります。ウォーハンマーをね、初めて遊ぶプレイヤーが多かったので、観光案内的に全部踏んでもらうというような意味合いも込めて、こういう移動を設計しました。さて、南から北へと旅をさせてきたわけですけども、そろそろ物語の終着点を考え始めます。まだ決めてなかったんですね。なんとなく魔王を倒して混沌の進行を防ぐぐらいは決めてたんですけども、5、6セッションぐらいやるとですね、大体キャラが固まってくるので、彼らが最後かっこいいラストシーンを演じられるように、そのイメージを膨らませながら、そこに着地するように物語の風呂敷をゆっくり畳んでいきます。畳むことを意識し始めるのは全10話だったら5話ぐらい、大体全体の半分過ぎたぐらいがいいんじゃないかなと個人的には思ってます。この話は何話の予定だったんですか？最初の想定は確か全10話の予定でしたね。盛り上がっちゃって2話ほど増えてしまいました。さて、この話をどう畳むか考えながらルールブックを眺めていると、PC たちが逃れたミドンヘイムという都市にはですね、白い狼と書いて白狼騎士団という超かっこいい騎士団がいると書いてありました。これを使おうと思ったわけですね。南から逃げてきた一行の反撃ののろしはですね、彼らと共に上げてもらうということに決めました。混沌勢力を打ち倒すために助力を求める一行に対して白狼騎士団の若き騎士団長はですね、自分と一騎打ちをして勝利したら勇者と認めて南方救援の軍を出そうと約束します。ここまでの冒険でスレイヤーという戦士職に転職していたドワーフのガートが一騎打ちを受けると宣言しました。ガートはストイックに戦闘力を成長させてきていたので、どっかでこういうバトルをメインにした活躍をしてほしかったと思っていました。誘導したわけではないんですけども、ガートが一騎打ちを受けるっていうのは完全に目論見通りでした。あらかじめどちらが勝つパターンもシナリオを準備していたんですけども、ガートはですね、ギリギリの接戦を制して見事一騎打ちに勝利しました。若い騎士団長は負けを認めて膝を折ります。しかし意外なことにですね、ガートは騎士団のメンバーとの心の交流を通じてある決心をしていました。その決心とは、騎士に転職して白狼騎士団の一員として混沌の勢力と戦いたいというものでした。実はウォーハンマーのゲーム的にはドワーフはね、騎士になることができません。しかしそうであるからこそこのシチュエーションは熱いなと思いました。またですね、死に場所を探す一匹狼的な戦士であったガートがですね、人々を守るため、しかもその騎士団の一員としてチームとして戦いたいというふうに言い出すのは、人間的な成長みたいなところも見えてかっこいいなと思いました。僕はもちろんそれを許可することにしました。後でプレイヤーに聞いたんですけども、最初から考えてたわけじゃないけど、あの時の自分にはガートが乗り移ってて、そう言わせたんだというふうに言ってました。キャンペーンもね、8話まで行くとですね、キャラクターが勝手に動き出すこともあるんだなと、その時思いました。GM も予想できないような物語の展開っていうのもキャンペーンならではの楽しさかなと思います。予想できない展開だったらどうするんですか？基本はアドリブでつなげます。ただね、大幅なシナリオの変更が必要で、アドリブではどうしても追いつかないなっていう時はね、白状して、その日のセッションは一旦終わりにして、落ち着いてシナリオを組み直すっていうのがいい場合もありますね。さあ、いよいよ混沌の軍勢に対する反転攻勢が始まりました。この時点では10話完結って考えてたんですけども、最終的に12話になったんですよね。そうなんですね。ランダム判定の結果とはいえ、シッドにね、リッキーの死に対する感情に何らかの決着をつけてあげたいなと考えて、ここで1話を追加することにしました。ウォーハンマーというゲームにはですね、GM が囁く闇の誘惑に PC が耳を傾けると少し得をするっていうね、暗黒の囁きっていう面白いルールが存在します。この時、パーティーはですね、魔王を倒すことができる聖剣を手に入れていたんですけども、聖剣を盗んでくれれば、リッキーを蘇らせてやるという魔王の誘惑をシッドに囁いてみることにしました。シッドのプレイヤーは、ロードスト戦記でね、カーラのサークレットを盗むウッドチャックというキャラクターが大好きなことを知ってたので、似たようなシチュエーションを作ってみたら、本人がどう反応するかなという興味もあったわけ
けです。ひどい。プレイヤーは誘惑を跳ねのけることもできたんですけど、シッドはですね、まんまと聖剣を盗み出して逃げることに成功しました。初めてできた友達を蘇らせるため、邪悪な誘惑に耳を貸してしまうけなげな少年。いいですね。それに気づいた他のメンバーはシッドを追い、一時的に PVP の展開になります。このあたりは、ある程度 TRPG ベテランのプレイヤーたちを信頼してやったわけですけども、GM もね、本当に殺しちゃうんじゃないかなっていう風に心配になるほどの迫真の説得劇で、今でも心に残っているシーンです。プレイヤーがね、TRPG に慣れていない時は、PVP はね、演出とか雰囲気だけにしておいた方がいいかもしれません。結果ですね、魔王に操られたシッドを他のメンバーが止めて、聖剣は無事元の場所に戻りました。いよいよ混沌の軍勢を押し返し、パーティーは魔王の居城であり、物語の始まりの地でもあるナルンに向かいます。最初の場所と終焉の場所が同じっていうのは僕が大好きなパターンなんですね。キャンペーンで今まで移動してきた道を逆に進む展開になりますので、ここでは総集編的にこれまで訪れた街を再び訪れて、次々に懐かしい仲間たちが加わっていくという形で NPC 総出演という展開にしました。パーティーもね、かなり全員強くなってきたので、爽快感のある戦闘を楽しんでもらいました。ただですね、NPC と再会しているのがいちいち盛り上がりすぎてですね、最終決戦までたどり着くことができずに時間オーバーとなりました。最終回は12話に持ち越しということで、さらに1話追加されてしまいます。第12話、ついに魔王との決着をつける時が来ました。激戦の果てに聖剣の一撃が魔王を捉え、物語は無事エンディングを迎えることになります。それぞれのキャラクターの結末を丁寧に演出して大団円、大きな拍手と歓声で全12話の物語が幕を下ろしました。おお、最後は綺麗にまとまりましたね。途中までシナリオが決まってなかったとは思えません。というわけでね、具体的なキャンペーンの雰囲気を、実例を交えてご紹介してみました。ポイントをまとめると、一つ目、最初からあんまり決めつけない。決めすぎない。ふんわりでいい。二つ目、キャラクターシートをめっちゃ見て、プレイヤーのやりたいことを書き出す。三つ目、序盤は各プレイヤーの活躍の場を並べとくだけでなんとなくシナリオになっていきます。四つ目、折り返し地点ぐらいで着地点を決めて風呂敷を畳み始めるといいでしょう。5つ目、キャラクターが一人歩きをし始めたら締めたものです。話数を足してもいいからどんどんやった方がいいんじゃないでしょうか。6つ目、これが一番大事かな。破綻しそうでも話数があればなんとか乗り切ることができます。恐れず楽しみましょう。というあたりがですね、短編シナリオを作る上で大切な心構えなんじゃないかなと思っています。いきなりね、長編小説書くような決意っていうのは不要です。むしろ邪魔で肩の力抜いてふんわり始めてみる方が結果面白いシナリオになるのかなと思っています。ちなみにさっきのキャンペーンはですね、まだ続きを用意していて、種族の寿命差を利用して、ドワーフのガートだけね、残して他のメンバーが全員亡くなった後の物語を来年始めようかなと思っています。早々のほにゃほにゃみたいな感じですかね。年代記のような物語を紡げるのもキャンペーンの魅力かなと思います。キャンペーンはですね、今ご紹介したような一連の物語を遊ぶ遊び方以外にも、例えば同じ街に暮らす複数のキャラクターを作っておいて、毎回メンバーを変えて遊ぶとか、いろんな変則的なキャンペーンの遊び方もあります。この辺はね、話すと長くなるので、また別の機会に紹介できたらと思っています。というわけで、今回はこんなところで終わりにしたいと思います。個人的な意見なんですけど、僕はキャンペーンこそね、TRPG の遊びの楽しさの本丸なんじゃないかなと思っています。人集めとか、時間調整とか、単発セッションに比べてもちろん準備にカロリーがかかるんですけども、カロリーに見合う楽しさは保証します。機会がなくてですね、まだ体験したことがないという方は、この動画を見て、ぜひ一度チャレンジしてみてほしいと強く思っております。コメントもね、全部拝見しておりますので、こんなことを聞いてみたいなど、リクエストがございましたら、どんどん書き込んでいただけたら嬉しいです。2024年はおそらくこの動画で最後になると思います。それでは、良いお年を。また来年も見てくださいね。やったねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。